こんにちは、鉄言です。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は京都烏丸にやってきました。実は前回の名古屋から大阪に帰ってきてすぐさまこちらにやってきました。なので結構へばっております。烏丸はそうですね、駅降りたことないかな。だいたい河原町まで行くので、烏丸は初めてかもしれませんが、あんまりね、烏丸から近いので変わらないかなと思います。で、今回は、久しぶりにハフでホテル探ししました。で、結構いい感じのホテルがあったので予約してみました。そのホテルはこちら。アゴーラ京都烏丸です。詳細はこのようになっております。予約の方は先ほども言いました通りハフで予約しました。一泊の朝食はいつもハフだとつかないんですが、素泊まりですが、無料の朝食がついてきます。これは後ほど紹介します。部屋はスーペリアキングのチェックインが15時、チェックアウトが11時。利用コインが610コインの 10% オフ。支払い合計が549コイン。円に換算すると 19,215 円相当となっております。それで朝食なんですけども、ホテルの方を見たら、朝食セットというものがありまして、2000円なんですけども、で、ハフではそのプランは利用できないんですが、他の予約サイトだと朝食付きプランっていうのがあります。で、無料朝食付きっていうのはですね、ホテルの方が朝から無料でパンを食べ放題で提供してくださるんですよ。で、もちろんドリンクはフリードリンクなので飲み放題。ということは実質、無料で朝食が食べられる、追加料金なしで、朝食がいただけるという風な、システムだそうです。少し駅からホテルね、離れてるんですかね、今から向かいたいと思います。それでは皆さんもご一緒に旅してる気分で最後までお付き合いください。それではどうぞ。なんかバス待ちの人めっちゃ人おると思ったらめっちゃでかい。駅めっちゃでかいと思ったらこれ駅じゃないか。駅はもっと向こうですね。で、四条通りを、大宮の方に向かって歩きます。やっぱこうやって見ると観光客多いですね。で、スーツケースを引きずって歩いてる人もね、結構見かけますね。この辺りもホテル多いですね。そして四条西の東院交差点を左に曲がりますとホテルがありました。なんか京都の旅館っていうか料亭というかそういう外観してますね。で、上は割と普通のホテルなんですが、でこちらが玄関ではなくてレストランですね。はいはい。で右側に行くと、玄関があります。ちょっとした庭がねありまして素敵ですよね。で中に入っていきましょうか。でエントランスにもこういう、ね、ちょっと坪庭っぽいのがありますね。でそこから中に入るとこうカウンターがありまして、でこちらは、お出かけマップでしょうか。はい、お店とかが紹介されてます。で、チェックインちょっとまだ早かったので、ラウンジの方で。こちらもまたおしゃれですね。で、チェックイン終わりました。今回は4階の401号室。で、入ってきたところにあるカウンターには、こういって飲み物がフリードリンクでね、飲み放題です。で、デトックスウォーターとかほうじ茶とか。で、こちらは抹茶をね、立てて飲むこともできます。で、こちらはコーヒーメーカーがあります。で、エレベーターは2機。これもなんかすごい木の感じがすごいいいですね。
10階が最上階のようですね。4階に着きました。なんかもう和ですね、完全に。で、部屋は401は右側でしょう。なんかすごいいい感じ。またここにも坪庭がありますね。で、すだれがこうあって、ちょっとインバウンド向けではあるけども、で、部屋の番号、ここにあんのか。ちょっと分かりづらいですね。401、結構奥なんかな。こっち、ありました。401号室。では、入ります。玄関入って、引き戸が2つありますね。こちらは多分バスルームかと。どちらかがトイレで、こっちがトイレでしたね。ということは、こちらがお部屋の中。綺麗な部屋ですね。そして広い。和モダンな雰囲気で、いや、いいですね。ベッドもでかいですね。キングサイズですからね。こう横になって、横になって寝るって変な表現ですね。縦じゃなくて横向きね。多分寝れると思います。それでは、玄関から見ていきましょう。で、玄関がこれ、どれぐらいの広さって言っていいかわからんけど、で、やっぱりちょっとだけ広めですかね。で、マグネットのやつはちっちゃいの。で、全身鏡がありまして、これも天井まで。で、今回は届きますね。でも250って感じですかね。そしてエアコンはまたいいやつですね。で、トイレの中が独立してます。で、ちょっとやっぱり和モダンな、で、水洗のこのね、水の出るとこ、これホテルでは珍しいかなと思います。で、こちらの扉は、バスルームでしょうね。で、開けるとシャワールームでしたね。バスルーム違うんですね。いや、バスルームと思ってました。シャワーなんですね。で、鏡が細長いの。で、部屋戻ってきました。いや、いい雰囲気だ。で、洗面がね、部屋の中ありまして、で、下の棚に、こう、なんか物を置けたり、こちらはバスタオルが木箱に入ってますね。で、2つ入ってます。で、アメニティは、部屋の中にありました。ボディタオルとか歯磨き、歯ブラシセット、で、櫛とか、髭剃り。で、シェービングホームですね。スキンケア用品は特にないみたいです。そしてこれ、ハンドソープと、アルコールここでいいのかな。で、コンセントが1つと、で、タオルが2つ。ちょっとなんか折れ方があんまり綺麗じゃないですね。で、鏡とコップも2つあります。で、部屋入って左側には、ハンガーラックと、これはスリッパですね。スリッパ止めるやつが気になります。で、金庫があって、ここが、物を置きますね。カバンとか置けるようになってます。で、消臭スプレーと非常灯、そしてブラシ、なぜか靴べらもここにあります。そしてハンガーが4本。で、奥には棚があって、冷蔵庫は、ワインセラーみたいなね、冷蔵庫で、ミネラルウォーター2本がサービスで置いてあります。で、お茶セットが、急須がありますね。南部鉄筋ではないですけども、いや、なんかおしゃれな
急須です。で、電気ケトルもおしゃれですね。で、こちらは椅子、なんていうのかな、ベンチっていうのかな。で、電話があって、そのベンチの下にも、物が置けるようになってます。で、テーブルの下にもう一個椅子があります。二人でね、宿泊するときはこれを使います。で、テレビに壁掛けのこれも60インチぐらいでしょうか。そしてスピーカーはいいやつですね。なんていうのかわかんないですけど。で、テレビはインフォメーションが流れます。で、これはスピーカーのリモコンですね。で、使い方もね、テレビインフォで見れます。で、これは何でしょうね。バケージラックにしてはでかいですね。テーブルとしても使えそうですね。こちらはプラズマクラスター付きの空気清浄機です。で、ベッドでかいですね。多分180ぐらいありますよ。で、これは館内着。これは後で着ましょう。で、ベッドの頭の部分ね、間接照明がね、いいですよね。で、コンセントと、USB。そしてこちらがベッドライトの電気。で、間接照明も明るさが調整できます。そして枕が2つで、1個は柔らかいやつですね。もう1つは高反発で、こう比べてみたら本当に違いがよくわかります。さあ、やっていきましょう。今日は掛け布団がでかいですからね、どうなんでしょうね。いけた。いけたけど、ちょっと斜めなって、なんか微妙に足りない。でも綺麗にいってるから80点ってとこですかね。で、ベッドはね、結構柔らかめかなって感じです。そして窓の外はどんなんでしょう。ブラインドが、真っ白ですね。これはもう壁ですね。これはもう窓がないということで。ちょっとラーメンでも食べてこようかと外へやってきました。で、烏丸ってビルだらけかなと思ったら、通りから一歩外れるとこういった感じのいわゆる古民家が至るところにあります。で、こちらも古民家のなんかお店がね、なんか固まってるとこなんですよ。今回ちょっと行きたかったラーメン屋さんがあって、それがこちらです。第一朝日さん。京都でも有名なお店です。店構えもいいですよね。そして注文はタッチパネルで食券を買います。で、肉なしラーメンなんてものもあるんですよ。ラーメンの前にまずはこちら、端肉丼。チャーシューを作るときに余った端っこのお肉で作った丼です。うわ、卵が美味しそう。いただきます。ねえ。卵黄が乗って、うわー、美味しそうです。これはうまいですよ、本当に。そして来ました、ラーメンです。こちらはノーマルのラーメンなんですが、スープがこれ美味しいんですよ。醤油ベースの豚骨なんで結構濃厚です。で、麺がやや太めのストレート麺で、チャーシューが結構入ってるんですよ。で、このスープと麺がいい感じに合わさってね、めっちゃ美味しかったです。で、豚骨なんですけど、臭みもないし、あとクリーミーさはないんですが、本当に、コクがあって美味しいです。で、チャーシューもね、これめっちゃ美味しかったです。メニューではちゃんとチャーシュー麺ってあるんですけども、ノーマルでもこのチャーシューの量の多さ。いやー、ほんとめっちゃうまかったです。そしてこちらの第一朝日さんは創業が約80年で、本店は京都にあるようなんですけども、
こちらね、京都で、一番美味しいラーメンの1位に輝いたこともあるそうなんですよ。で、そのことは編集の時に調べて、分かったことなんですけども、いや、納得しましたね。確かに。もう、めちゃめちゃ美味しかったです。本当に美味しくてね。で、めっちゃ暑くて、もうずっと汗だらだらかきながら食べてました。そして味変に辛味噌を入れたいと思います。で、こうやってスープと麺に絡めてね、食べるとね、さらにコクが増すんですよ。そしてピリ辛なんで最後までもう飽きずに食べることができます。で、もうこの時点でもう汗だくなってるんですよ。実はもう熱々でね。で、もうチャーシューも本当に美味しくて柔らかくてね、もうめちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。軽く散歩してからホテルに帰ろうかなと思います。いや、それにしてもラーメン美味しかったな。なんか坂道がありますね。あんま京都って坂道のイメージがないんですけども、いや、いいですよね、こういう感じ。もうちょっと古民家がいっぱいあったらね、もっといいんですが、って言ってたらありました。これ何のお店？芝生で、こちらはなんかカフェのようですが、外国人のね、観光客の方が写真撮られてますね。うん、撮りたくなりますよね。で、広い道路あるなと思ったら、狭い道路が一本ね、続くんですよ。なんか変わってますよね。で、車の交通量めっちゃ多いんですよ、ここ。でもなんかね、昔のその僕らの子供の頃の街並みって感じですかね。なんかいいですね。懐かしいような。そして立派な、なんかお屋敷が出てきましたね。で、野口家住宅。呉服商の住宅だったんですね。で、今はまあ、一般公開はされてないようですが、こちらは、こっちは違いますね。なんかお店っぽいですね。で、ホテルに戻ってきました。1階のラウンジでね、コーヒーいただきましょう。で、テイクアウト用の紙コップはないようなので、こちらのラウンジで飲みたいと思います。ちょっとしたおしゃれなカフェのようなラウンジです。そしてホテルに戻って、ホテルのいい方見ていきましょうか。で、これなんちゅう部屋？壺に上がる部屋があるね。プレミアルームとかスイートとか、なんかお風呂もありましたね、今。で、こちらは観光案内、平安神宮、錦市場。後で行こうかな、錦市場。歩いて10分ぐらいのようですね。ちょっと行ってみましょう。で、京都タワーや、二条城ね。二条城も、歩いて行けないことはないですね。八坂神社もまあ行けますね。京都水族館とかね。こちらは1階のレストラン、コンフィリアンさん。入り口がね、外側にありましたね。中からも入れるそうです。で、玄関入ったところの一栄ラウンジ。こちらドリンク料金書かれてますけど、おそらくまあ宿泊者は無料でいただけると思います。で、電気ケトルも、タッチパネルで操作。で、これはスピーカー、Bluetooth で接続して、だからスマホから直接つなげれるんでしょうかね。Netflix や YouTube なども見れたりします。それでは夜ご飯を調達しに錦市場へ行きたいと思います。錦市場は四条通りの北側にある京の台所と呼ばれる約400年の歴史を持つ商店街です。全長は約390メートル、130店舗以上のお店が、賑わう商店街なんですが、結構閉まってますね。いや、今何時？ 7 時過ぎぐらいと思うんですけども、
開いてる店少ないですね。ここのお店なんかは開いてる感じですね。これは何か天ぷらって書いてますね。これね、ちょっとなんか残念なことに、インバウンド向けのお店が増えてしまったんですよ。なんか大阪で行ったら黒門市場みたいな感じになってますね。もう日本人があまり寄りつかない。まあ、そこまでは言わないですけども、こんな感じで串でね、天ぷらが刺さってるやつがあって、食べ歩きとかできるんですけども、なんでしょうね。ここのお店行ってみましょうか。で、見たらね、ほんと外国人しかいないんですよ。まあ、それはそれでいいとは思うんですけども、なんていうかね、もうどこの店も同じようなね、こう、お寿司もちょっと変な感じでしょ。ちょっと残念かなと思います。で、焼き鳥が食べたかったんで、で、やっと探しました。もうだいぶ歩きましたよ。一本がでかいんですよ。だから500円以上はするんで、それでなんかいろいろなんか乗ってるんですよ。いや、なんかちょっと違うなぁと思いながら、まあ、ノーマルなやつでもね、買って帰ろうかと思います。まあでもこうやってね、炭火で焼いてるところを見ると美味しそうなんですよね。まあ朝とか昼間に行ったらよかったなと思います。で、甘いものも欲しいので、帰りに見つけたドン・キホーテ行ってみました。なんかあんまりお客さんいない感じですけど、ここ地下なんですよ。食料品売ってるところが。で、上の方はね、結構お客さん入ってました。で、抹茶のね、なんかスイーツとかね、やっぱり京都なんで抹茶もいいかなと思ってます。で、こっちはポッキーのね、なんかいろいろ種類がありまして、美味しそうやなと思って。で、京都の恋人、抹茶の恋人とかありますね。で、北海道フェアってやってて、チーズおかき美味しそうですね。なんか、どうしようかな。あ、そうそう、お酒も買っとこうと。瓶じゃなくて缶で何かね、まあ、ビールじゃなくてね、チューハイとかがいいかなと思って見てたら、ジャック・ダニエルコーラ、これいいかな。これ買って帰ります。部屋に戻ってきました。とりあえずシャワーでも浴びようかと思います。シャワーヘッドの水圧は4段階で調整できるようです。何のためにかわかんないですけど、シャワールーム内の明るさを変えることもできます。ナイトウェアはワンピースタイプの頭からすっぽりかぶるタイプです。部屋が広いんで充電だけでも贅沢な使い方をしています。ベッドが結構沈むタイプなんで、立ってるとグラグラしてしまいます。ドンキで買ってきたジャック・ニコラス。ジャック・ニコラスって誰や？ジャック・ダニエルのコカ・コーラです。ジャック・ダニエルです。見た目は完全にコーラですね。で、いただきます。美味しいです。これはもうほとんどコーラですね。あんまり酒感はないですが、なかなか美味しいです。では、焼き鳥食べましょう。ちょっと冷めてしまったんですが、ネギマからいただきましょう。
これも普通に美味しいんですが、やっぱりね、熱々が良かったですね。続いては皮。皮はですね、美味しいんですけども、ちょっとパリッと感が欲しかったですね。全体的にずっとぐにゃぐにゃって感じで。嫌いではないんですけど、やっぱりパリッと感が欲しかったです。続いてはもも。肉厚でね、美味しかったです。食べ応えもあっていいと思います。ちなみに全部タレでいただきました。で、塩かタレ、どちらかでタレを選びました。で、次はつくね。つくねもやっぱりね、熱々が良かったですね。ちょっともったいないなーって感じです。でも全部美味しかったです。そしてドンキで買ってきた北海道チーズおかき。なんとなく味の想像はできるんですが、ね、チーズ色してますね。普通のおかきの色と変わんないですけど。これは美味しいです。チーズ結構濃厚なチーズの味がしますね。で、食感は完全におかきです。もういっぺんにね、口に放り込んで。せっかくなんでお茶を沸かしましょう。サービスのミネラルウォーターを入れて、電気ケトル。これ温度設定するみたいなんですよ。で、100まで押さなと思ったら、一気に100に設定できます。だからお茶とか沸かすとき、沸騰させずになんか85度とか90度ぐらいに設定もできるようです。いやー、こうやってお茶を入れるとね、なんか落ち着きますね。いいお手前でした。そして甘いのが欲しかったので、桜抹茶餅買ってきました。10個入りのこういうちっこいタイプで、ゼリーっぽい感じのやつですね。グミっぽいっていうか。で、ピンク色してるなと思った中に、抹茶のジュレかな入ってました。これは普通に美味しいかなって感じです。全部食べきれないので家に持って帰って食べました。やっぱりお茶が美味しいですね。甘いものにはお茶ですね。さて、そろそろ寝たいと思います。ベッドが気持ちいいんですよ。それではおやすみなさい。おはようございます。7時になりました。朝食の時間なので、下のラウンジに降りてきました。朝食セットが2000円で提供されるんですが、無料のパンいただこうかなと思ってたんですけども、はい、こちらね、無料のパンね。でも、今回は外に食べに行きたいと思います。錦市場行くんやったらこの時間帯が良かったんですが、朝でもね、周辺のお店で朝食が食べられるようです。いやー、こういったお店もいいんですが、今回行くのはこちらです。新八食堂。以前難波のホテル泊まった時もこちらで朝食をいただきました。で、新八食堂は干し物とか焼き魚の定食が食べられるお店で、お昼とか行くとね、超満員なんですよね。こちらの四条烏丸店は1月にオープンしたばかりの店舗なので、店内綺麗ですね。で、注文はタッチパネルから。朝食メニューは鮭、サバ文化干し、イワシ、
あとポークエッグかな。で、イワシと、で、納豆30円ですよ。で、あともう一品、ネギトロ前食べたんですよ。美味しかったんですよね。で、今回おわかめ、醤油マヨでいただきます。人気ランキング見ていきましょう。サバ文化干し、やっぱり1位か。サバ美味しいですよね。もう大好きなんですよ。サバ味噌煮なんかも6位につけてますね。やっぱサバ美味しいです。大好きです。で、写真載ってないのに、もう文字だけで美味しそうです。そしてこの湯飲みが面白いんですよ。長寿の心得ということでね、60で、ただいま仕事中といえ、留守といえ、まだ早いといえ、相談しておくと言って、100歳でぼつぼつ行くと言えと。できました。イワシの定食です。イワシは2匹ですね。で、わかめと納豆。で、味噌汁とご飯は大盛りにしてもらいました。では、いただきます。で、まず納豆。これ30円ってめっちゃお得じゃないですか。まずはイワシ。うわ、美味しそう。美味しいです。もう、身が柔らかくて脂も乗っててめっちゃ美味しいです。で、小骨とかが多いんですけども、そのまま食べれます。いやー、美味しいなー。で、わかめ。で、これマヨネーズをつけて、これもまた美味しいんですよ。この食べ方いいですね。酒のあてでもいけますよ。いやー、で、大根おろしをつけて、もう、皮ごといっちゃいます。で、醤油かけてなかったので、ちょっとかけましょう。醤油かけても美味しいので、これはもう頭からいきましょう。で、イワシは本当にね、残すとこはありませんので、今1匹目はちょっとね、骨取ってね、食べましたけど、もう後で骨ごと全部食べました。いやーもう、これね、500いくらでしょ。トッピングしてもうちょっと値段上がりますけど、もう大満足です。本当美味しかったです。近所に新橋食堂あったら毎日食うんですよね。で、お会計はセルフで、ホテルに戻ってきました。で、食後はやっぱりコーヒーでもいただきましょうか。まもなく9時半になろうとしています。チェックアウトは11時なんですが、もう早めにね、帰ろうかなと思います。もうこんな広い部屋いたらね、いつまででも痛くなってね、帰れなくなります。なので早めに撤収しようと思います。ありがとうございました。それではチェックアウトしていきます。では、ホテル評価やっていきたいと思います。アクセスは駅からだいたい6分ぐらいって書いてるんですけども、実際は10分ぐらいかかりますね。で、それなら、大宮から歩いても10分かなと思います。立地は繁華街から一歩引いた落ち着いた雰囲気のいいところです。で、やっぱり周辺にもね、お店があったり、観光にも二条城とか、京都御所とかあるので、とてもいいかなと思います。建物設備はですね、ホテル入ってからフロントのね、あたり、ラウンジとか含めてね、そこまで広くはないんですけど、とても清潔感があって、和の雰囲気が出て京都らしいかなと思います。ただね、一つね、と思うのが、製氷機と電子レンジがね、どこにあるかわかんないんですよ。ひょっと知らないのかなって。で、氷はですね、ラウンジのね、カウンターのところにあったんで、それを取るのかなと、ちょっとその辺がわかんなかったのでね、
星3つかなと思います。部屋はもう言うことありませんね。広くてめちゃくちゃ綺麗かったです。で、玄関入って一つ扉開けて部屋の中っていうのもね、一つのポイントかなと思います。そしてサービスはね、フリードリンクはね、ホテルの定番かなと思いますけども、やっぱり抹茶をね、自分で立てていただけるっていうのがね、京都らしいかなと思いました。朝食はですね、無料のパンが提供されるのと、それか有料の2000円の朝食セットがどちらか選べます。それ以外にね、もう一つね、なんか多分部屋限定なのかな。5食の朝食があるんですよ。それ多分レストランの方でいただけると思いますけど、これは完全予約制らしいです。で、それか、僕みたいに今回、新橋食堂さん行きましたけども、他でね、ご飯食べたり、錦市場とかありますので、そちらでね、朝食取るのもいいかなと思います。そして総合評価は 3.7。インバウンド向けな感じではありますけども、僕らみたいな日本人が行ってもね、過ごしやすいホテルかなと思いますので、おすすめします。今回はハフを利用して、宿泊しました。で、以前ならね、平日だろうが週末だろうが定額料金で利用できたんですけども、今はね、週末がちょっと高くなっております。これもね、インバウンド需要とかもあって、繁忙期のね、料金が上がりました。で、ハフの強みってやっぱり土日祝日関係なく定額料金っていうのがね、良かったんですよ。それがないので、正直旨味がなくなってきました。だからハフをやめようかなと思ってるんですよ。で、結構コイン溜まってるので、もう最後にバッと使ってしまおうかなということも考えてるんですが、どうしようかな。そう、最後にね、第一朝日さん。本当にラーメン美味しかったです。また行きたいと思います。それでは本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントもよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。